ギネスで5位に入るほど世界的に人気なキャラクターであるクラウド。FF7 は世界中のファンを魅了した RPG ですが、関連作品も多く、それら全てを把握するのは困難です。どうも、エトです。今回は、ファーストソルジャー編以外の全ての関連作品に登場しているクラウドにフォーカスを当て、元ソルジャークラスファーストのクラウドが誕生するまでのクラウドのストーリーを時系列順に分かりやすく解説していきます。今回の解説では EC で語られたクラウドの新規エピソードや BC での新羅兵時代のクラウドのエピソードも解説していますので、気になる方はお見逃しなく。この動画を見ているなら当然クラウドに興味があるはずです。以前に投稿したクラウドが FF 史上最も人気な理由と題して、その人気の秘密を考察した動画もありますので、今回の動画と合わせて視聴することをお勧めします。まだ視聴していないクラウドの人気の秘密が気になるという方は、概要欄のリンクから視聴してみてください。クラウドに対する解像度が爆上がりすること間違いなしです。それでは早速見ていきましょう。まず最初にクラウドのプロフィールを見ていきましょう。名前はクラウドストライフ。ストライフという名字は母方のクラウディアのものです。身長は173センチ。日本人の成人男性の平均身長が約 171.5 センチと言われているので、それより少し高い身長になります。血液型は AB 型。誕生日はム・エギル1986年8月11日です。出身地はニブルヘイム。一人称は俺。基本的に親しくない相手のことはあんたと呼び、親しい相手のみ名前で呼びます。出演作品は FF7 オリジナル、AC、BC、CC、DC、そしてリメイクシリーズとなっており、ソルジャーの過去を描いたファーストソルジャー編以外のすべての作品に登場しています。さすが主人公といったところです。それでは早速クラウドの歩みを見ていきましょう。まずは誕生から幼少期までの歩みを見ていきます。以後 FF7 オリジナルのストーリーから見てどれくらい前なのかをわかりやすく解説していきます。FF7 のストーリーの21年前、ム・エギル1986年のことです。8月11日、クラウドはニブルヘイムで誕生します。父親はクラウドが幼い時に死亡しており、父親に関する記憶はなく、母親のクラウディア一人に育てられました。FF7 のストーリーの12年前、ム・エギル1995年のことです。クラウドが7から8歳の頃、クラウドはティファに好意を抱いていたものの、内向的な性格のせいで、ティファの周りにいた仲良し3人組の少年たちと馴染めず、ずっと一人ぼっちでした。そんなある日、ティファの母親が亡くなりました。母親の死を悲しむティファは、母親に会いたいという一心で、人は死ぬとニブル山を越えて旅立つという伝承にすがりつき、ニブル山に登ろうとします。仲良し3人組の少年たちも一緒に同行しますが、その道中で一人また一人と脱落していきます。そんな中、クラウドは最後までティファの後を勝手についていき、桟橋から足を踏み外したティファを助けようとします。しかし、二人とも崖から落ちてしまいます。クラウドは奇跡的に軽傷で済んだものの、ティファは重傷で7日間意識不明の状態が続きました。その時、クラウドはティファを助けられなかった自分を責めてしまい、それ以降ティファを見ると自分が責められていると感じるようになります。そして荒れていき、誰かで構わず喧嘩を仕掛けて、ますます孤立していったのです。ちなみにこの一文は EC の FS7 のストーリーではなぜか削られています。クラウドが荒れていったというのが現代の設定に合わなかったのでしょうか。そんな中、
クラウドはセフィロスの活躍を聞き、その強さに憧れるのでした。強くなれば、みんなもティファも自分のことを認めてくれると信じて。ちなみに EC で明かされたセフィロスの前日談では、セフィロスのソルジャーとしての初任務がム・エギル1992年、FS7 の15年前の出来事だと判明しています。つまり、クラウドがニブルヘイムでセフィロスの活躍を知ったのは、それから約3年後ということになります。FS7 のストーリーの7年前、ム・エギル2000年のことです。クラウドが13歳の頃、クラウドは村を出る決意をし、その前に思い切って給水塔にティファを呼び出します。クラウドは、春になったら村を出てミッドガルに行くこと、セフィロスみたいな最高のソルジャーになりたいことを語ります。そしてソルジャーになるまで村には戻らないことを宣言します。それを聞いたティファは自分がピンチになった時にヒーローとして助けに来てねと、クラウドに半ば強引に約束を取り付けます。クラウドはこの給水塔の約束をずっと忘れないのでした。こうしてクラウドは春になると村を出てソルジャーになるためにミッドガルへと向かいます。旅立つ前に母親が選別としてくれた2000ギルを握りしめて、クラウドが報酬として2000ギルにこだわる理由はここにあったのです。母親がくれた選別の2000ギルはソルジャーになるための社会勉強として早速使うことになるのですが、このエピソードは小説 Dear Destiny で語られています。なぜクラウドがソルジャーになるために2000ギルを使ったのか、その理由が気になる方はこの小説を読んでみることをお勧めします。直接 FS7 のストーリーに関係する内容ではないですが、ソルジャーになることに対するクラウドの迷いや不安などが描かれており、クラウドの解像度がさらに上がること間違いなしです。リベレーション発売を前にして気になる方は、概要欄の商品リンクをチェックしてみてください。それでは次に、クラウドの新羅兵時代の歩みを見ていきましょう。FS7 のストーリーの6年前、ウ・エイル1年のことです。クラウドは新羅カンパニーに入りますが、ソルジャーにはなれませんでした。理由は内向的なクラウドが抱えていた精神的な脆さが原因です。ソルジャーになるには強靭な肉体と精神の両方が必要です。この後に語るクラウドの活躍から強靭な肉体を持っていることはわかりますが、この時点ではまだ一人ぼっちだったクラウドが抱える精神的な弱さを克服することはできなかったのです。ウ・エギル1年6月28日のことです。クラウドが14歳の頃、新米の新羅兵であるクラウドは特殊工作部隊タークスと一緒に護衛任務に就きます。護衛対象は新羅の重要機密を持つレイディ博士です。早速データを狙って襲撃に来たアバランチに対して、クラウドはタークスを差し置いて先陣を切って向かっていきます。しかし国威のアバランチの登場によって博士を人質に捕らえてしまいます。タークスは上官のベルドの命令によって博士の命よりもデータを最優先します。しかしクラウドは博士の護衛が最優先だと伝え、単独行動をとり博士を守ろうとするのでした。クラウドはアバランチに数で圧倒されます。そのピンチにタークスが駆けつけ、クラウドを助けます。クラウドは博士を危険にさらしたことについてタークスを非難します。そこにさらなる追っ手がやってきて、クラウドは博士の護衛をタークスに頼み向かっていきます。タークスはそんなクラウドの行動に感化され、ベルドの命令を無視し、博士を守ろうと決意します。そう、クラウドの実直な思いがタークスを動かしたのです。その後、タークスと共闘し、アバランチを一掃しますが、倒したはずの国威のアバランチによって博士のデータを奪われてしまいます。
タークスの任務は失敗したものの、クラウドは博士の護衛に成功し、タークスからも立派な兵士だと認められることになるのでした。クラウドが15歳の頃、クラウドはモデオヘイムでの調査任務に派遣されます。そこで自分に大きな影響を与えることになるソルジャークラスファーストのザックスと出会います。二人はお互いに田舎出身であることを話すと、ミートガル以外でマコールがあるところは大抵、他には何もないという共通認識で盛り上がり、意気投合します。この時、クラウドは憧れのソルジャーを前にして、ソルジャーがどんな感じなのかと意味不明な質問をして、ザックスを困らせます。その質問に対して、ザックスは、なってみたらわかると答えますが、クラウドはソルジャーになりたくてもなれない、無力な自分に落ち込むのでした。モデオヘイムから帰還したクラウドは、死んだビル前でザックスと再会し、ソルジャーになりたいなら頑張れよと声をかけてもらいます。この時、ザックスがその場にいる全員に送った夢を抱きしめろ、そしてどんな時でもソルジャーの誇りは手放すなという言葉は、クラウドの胸にしっかりと刻まれるのでした。この言葉がクラウドの胸にしっかりと刻まれていた証拠は、リバースの中で描かれています。このことを分かった上で、リバースのシーンを実際に見てみると、ザックスの思いをクラウドがしっかりと受け継いでいるという熱い展開になっていることがよくわかります。FF7 のストーリーの5年前、ウ・エギル2年7月のことです。クラウドが15歳の頃、クラウドは住民救助のためにジュノンに派遣され、ヘリで駆けつけます。しかし、乗り物酔いしやすいクラウドは到着するなり、気分が悪くなり、動けなくなってしまいます。そこで、ジュノンを守りに来ていたザックスと再会します。ザックスは死んだ兵であるクラウドのことを覚えていたのです。ザックスは仕事が終わったら飯でも行こうと声をかけ、クラウドは素直に喜びますが、食べ物のことを考えただけでまた気分が悪くなってしまうのでした。同年の9月22日、クラウドが16歳の頃、クラウドはニブルマ航路調査のために派遣されます。その任務には親友のザックス、そして憧れていた英雄セフィロスが参加するのでした。思いがけず故郷に帰ることになったクラウドは、ソルジャーになると大見えを切った手前、ティファに合わせる顔がなく、村の中ではヘルメットを深々とかぶり、正体を隠します。次の日、ティファのガイドでニブルマ航路へと向かいます。マコーロに到着すると、ティファは中を見たいと話しますが、シンナの企業秘密を見せるわけにはいかないため、中を調査する間、正体を隠したクラウドがティファの護衛を務めることになります。クラウドはジェネシスコピーの襲撃からティファを守り、ティファをかばって気絶してしまいます。この時点でクラウドはティファとの約束を果たしますが、同時にティファの肩を借りて村まで戻るという情けない姿も晒してしまうのでした。宿で目覚めたクラウドはティファの無事を聞いて、自分もソルジャーだったらとこぼし、自分の無力さを痛感します。しかし、ザックスはいつもと違った様子で、ソルジャーはモンスターみたいなものだからやめておけと忠告します。クラウドはマコーロの中で何があったのかと尋ねますが、ザックスはわからないと答えをはぐらかすのでした。今度はザックスからティファとは知り合いなのかと尋ねられ、クラウドはまあねと曖昧に答えます。ティファに正体を明かさず話そうともしないクラウドを見て、ザックスはそれでいいのかと尋ねますが、ソルジャーになれなかったことに引き目を感じているクラウドは何も答えられないのでした。同年の10月1日、FF7 の中で最も重要なニブルヘイム事件が起こります。自分の出生の秘密を知ったセフィロスは、ジェノバの意志を受け継いで表変し、村人を惨殺し、村全体を焼き払ったのです。
クラウドはセフィロスに目の前で母親を殺され、自宅の前で意識を失ってしまいます。意識を取り戻したクラウドはセフィロスを追いかけ、急いでニブルマコーロへと向かいます。マコーロの中には、重傷で倒れているティファとザックスの姿がありました。クラウドは突き刺さっていたバスターソードを引き抜くと、そのまま奥へと進み、背を向けていたセフィロスに致命傷を負わせます。そしてティファの元へと戻ります。奥から戻ってきたセフィロスを見たザックスは、セフィロスにとどめを刺すと、クラウドに頼みます。クラウドはセフィロスに向かってバスターソードを振り下ろしますが、今度は返り討ちに遭ってしまいます。セフィロスは倒れているクラウドの体を政宗で貫き、持ち上げます。しかし、クラウドは火事場のバカ力で刀ごとセフィロスを持ち上げて、そのまま放り投げ、マコーロの中に落とします。クラウドはザックスの元まで戻りますが、力を使い果たし、意識を失ってしまいます。そして、後からやってきた北条博士に捕らえられ、セフィロスコピー実験のサンプルにされてしまうのでした。FF7 のストーリーの1年前、ウ・エギル6年のことです。クラウドが20歳の頃、12月19日にザックスはポットから脱出し、クラウドを助け出します。しかし、ニブル事件から数えて約4年もの間、魔法を浴び続けたクラウドは、重度の魔法中毒になって意識が混濁していました。ザックスはそんなクラウドを見捨てず、魔法漬けの服から死んだ屋敷にあったソルジャーの服に着替えさせ、一緒にニブルヘイムから脱出するのでした。FF7 のストーリーが始まる年、ウ・エギル7年のことです。クラウドが21歳の頃、ザックスは魔法中毒のクラウドを連れて、その後も逃避行を続けます。しかし、同年の9月にミッドガルを目前にして、ついにシンラ軍の追っ手に見つかってしまいます。ザックスはクラウドを安全な場所に隠すと、たった一人で追っ手に向かっていきます。しかし、多勢に無勢で容赦ない銃撃を浴びせられ、ザックスは命を落とします。一方、クラウドは一人で立つことも喋ることもできないため、追っ手に放置しても問題ないとみなされ、命拾いしたのでした。魔法中毒のクラウドは、はってザックスの元まで近づきます。瀕死のザックスは、俺の分までお前が生きる。お前が俺の生きた証だとクラウドに伝えます。そして、俺の誇りや夢全部やると伝えると、自分の誇りや夢の象徴であるバスターソードをクラウドに渡し、息を引き取ります。この瞬間だけは、クラウドの意識もはっきりとし、今までのザックスとの思い出を思い返し、親友の死を憂い、泣き叫びます。クラウドは最後に、ありがとう、忘れない。おやすみ、ザックスと伝えると、ザックスの意志に導かれるように、バスターソードを引きずりながら、一人でミッドガルへと向かうのでした。それでは次に、元ソルジャークラスファーストのクラウドの誕生を見ていきましょう。FF7 のストーリーが始まる年、ウ・エギル7年のことです。クラウドが21歳の頃、12月某日、クラウドは何かに導かれるように7番街スラムにたどり着きます。スラムのチンピラは魔法中毒のクラウドを見て、お金になりそうなバスターソードを奪おうとしますが、クラウドは意識が混濁していても絶対に手放さないのでした。その後、クラウドは7番街スラムの駅で座り込んでいました。そこにティファが駆けつけます。このシーン、オリジナルではティファが偶然駆けつけたかのように見えますが、実際にはクラウドがいるかもしれないと期待して駅に駆けつけていることが小説 Dear Destiny で明かされています。
この小説では、ティファがアバランチに入ってマコール爆破作戦に参加するまでのいきさつが詳しく描かれており、その中でティファが感じた迷いや葛藤が色濃く描かれています。この内容を知らなくても FS7 のストーリーには直接影響はないですが、知ることでティファの解像度がさらに上がりますし、バレット率いるアバランチがマコール爆破作戦に至ったいきさつがわかります。また、このエピソードを読んだ後に、一作目のリメイクをもう一度やってみると、ミッドガルでのストーリーの解像度が爆上がりすること間違いなしです。リベレーション発売を前に気になる方は、概要欄の商品リンクからチェックしてみてください。ティファに声をかけられたクラウドは、ジェノバの擬態能力によって幻想の自分を作り出します。それはソルジャーになれなかった自分を恥じる気持ちから、親友であるザックスから聞いた話と、自分で見聞きした話を混ぜて作り上げた理想とする自分の姿と、ティファの記憶内のクラウド像を読み取り、作られたものでした。こうして元ソルジャークラスファーストのクラウドが誕生したのです。再会したティファは、クラウドに何年ぶりかなと尋ねます。クラウドは5年ぶりだと答えますが、ティファはその答えに違和感を覚えます。そう、ティファの記憶では、給水塔の約束以来、実に7年ぶりの再会だったからです。クラウドはニブルヘイム事件やソルジャーになったことについても話しますが、ティファはさらに違和感を覚えます。しかし、直接確認したら、クラウドがどこか遠くへ行ってしまうのではないかという不安を感じ、ティファは事実を確認することができませんでした。だから、クラウドのそばで時間をかけて様子を確認したいと思い、宿を探そうとその場を去ろうとするクラウドを必死で引き止め、セブンスヘブンへと案内したのです。一方のクラウドも、ティファとの再会が最高に嬉しいはずでしたが、頭痛で自分が自分でない気がして、元ソルジャークラスファーストのクラウドストライフ、何度もそう自分に言い聞かせるのでした。セブンスヘブンへと向かう道中、ティファが店の仕入れをしたいと話し、カクテルに使うお酒を買うために、露天商のところへ行くことになります。クラウドはカクテルと聞いて昔のことを思い出します。その思い出とは、ソルジャーの仲間たちと一緒にカクテルを作って飲んでいたというもので、ウィンターソルトという名前のカクテルが一番美味しかったと語ります。これが誰の記憶によるものなのかは定かではないですが、ソルジャーのと言っているので、死んだ兵だったクラウド本人の記憶というよりは、ザックスの記憶、または話を合わせるために作り出した偽りの記憶なのかもしれません。お酒が安いから多めに買いたいと話すティファに、クラウドは元ソルジャーだから大丈夫だと話します。なんと、その数は FS7 だけに7箱と想像を超える量で、これには元ソルジャーのクラウドもさすがに驚きます。しかし、この後に店でティファから依頼された内容に、クラウドはさらに驚くことになるのでした。店にお酒を運んだクラウドは、他に手伝うことはあるかとティファに尋ねます。ティファはあるにはあると答え、少し言いづらそうにしながらも、ソルジャーなら武器の自作にも詳しいのかと尋ねます。クラウドは簡単だと話し、ありもので武器を作るのは兵士としての基本で、一般兵の訓練にもあると語ります。ティファは、なら爆弾の扱いはどうかと尋ねます。クラウドはなぜそんなことを聞くのかと質問に質問で返すと、ティファは答えをはぐらかし、何でもできるんだねとクラウドを褒めます。何でもという言葉を聞いたクラウドは、ザックスが何でも屋を始めると言っていた記憶を思い出し、ティファに何でも屋を始めるつもりだと話します。そして何でも屋は頼まれたことは報酬次第で何でもすること、危険や難しい依頼でも引き受けることを説明するのでした。ティファは様子のおかしいクラウドのことを気にしながら、
何か欲しいものはあるかと尋ねます。クラウドはまたしてもザックスの記憶を思い出し、お金が欲しいと答えます。それを聞いて困惑するティファに、クラウドはお金が欲しいから仕事を探したいんだと説明し、依頼人を紹介してくれないかと頼みます。ティファはその前に確認しておきたいことがあると伝えると、ソルジャーやシンナに未練はないのかと尋ねます。クラウドは全然ないときっぱりと答え、シンナには愛想を尽かしたと語ります。さらに、シンナにトラブルが起きたとしても、裏で悪事を重ねているんだから自業自得だと語ります。ティファはそれを聞いてほっとし、クラウドの何でも屋としての初仕事は、自分と仲間たちから依頼させてほしいと伝えます。そして、ティファは自分が反シーナ組織のアバランチだと明かし、大事な作戦が明日あるからそれを手伝ってほしいと頼みます。クラウドは反シーナ組織が元ソルジャーの力を借りていいのかと確認した上で報酬の話をします。ティファは1500ギルでどうかと打診します。クラウドはそれを聞いて返事を渋ります。この後にティファがお金以外の報酬を追加しますが、クラウドの耳には入りません。しかし、頭の中で聞こえた声に、ティファを守ってやりなと言われたことで、幼馴染価格として1500ギルで依頼を引き受けるのでした。そう、ティファの力になることが、今の自分がクラウドであるという証だったから。これは EC で追加された FS7 のストーリーが始まる直前のクラウドの新規エピソードです。この時、クラウドが1500ギルで渋っていた理由が何なのかは気になるところです。もしかしたら、クラウドにとって思い入れのある数字である2000ギルと最初に言われていたら、快諾していたのかもしれません。ちなみに、この報酬については、オリジナル版では1500ギルなのですが、リメイク版では最初から2000ギルということになっています。クラウドにとって2000ギルという数字は、母親からもらった選別の額として印象に残っています。この報酬の違いに意味があるのか、あるとしたらその真相がリベレーションで明かされるのかは気になるところです。わざわざリメイクで変更しているあたり、意味がありそうではありますが、こうしてクラウドはバレット率いるアバランチに協力することになり、FS7 のストーリーへとつながっていくのです。いかがだったでしょうか？今回はクラウドにフォーカスを当て、元ソルジャークラスファーストのクラウドが誕生するまでのクラウドのストーリーを解説してみました。これだけ解説してまだ本編に入っていないということに驚いたのではないでしょうか。それくらいクラウドというキャラクターのストーリーは奥深いものなのです。このチャンネルでは今後もFS7 やその他のゲームに関する動画を投稿していく予定です。この動画がいいなと思った方はグッドボタンとハイプで応援を。今後も情報が気になるという方はチャンネル登録とベルの通知をオンにしてお待ちいただければ幸いです。それではまた別の動画でお会いしましょう。エトでした。